くじくじくじのとめです。今回なんですけれども、今までの動画ではペーパーを全て僕湯通ししてたんですよね。リンスってやつやな。はい。ペーパーは絶対湯通しした方がいいですよっていう説明も何回もしたんですよ。すいません、間違えてました。はい。いや、ちょっとね、先日のインスタライブでですね、ペーパーをリンスした方がいいのか、しない方がいいのかっていうのを検証してたんですよ。で、いろんなペーパーで検証してた結果ですね、僕の中でずっと悩んでたところの結論が出たんですよね。で、それを今回皆さんに動画でお伝えできればなと思って動画を撮ってます。結論から言うと、ペーパーは匂いのないペーパーであれば、リンスしない方が美味しいです。リンスしない方が美味しいんや。そうなんですよ。今まで僕ずーっとハリオさんのペーパーを使ってたんですよね。まあ正直、ハリオさんのペーパーってちょっとだけ匂いするんですよ。OEM で山陽産業さんが作られてるやつは匂いがなかったりするらしいんですけど、若干匂いするので、それでまあリンスをしてたわけですよ。リンスせずに飲んだ時はペーパー臭が強いんだけど、リンスしてから抽出するとその匂いが結構取れるんですよね。なのでリンスは絶対した方がいいですっていう風に言ってたんですけど、こういう素晴らしいペーパーですね。カフェックさんのアバカフィルターなんですけど、まあ別にアバカフィルターだけじゃなくてカフェックさんのペーパーは検証した結果匂いはなかったので、まあこれだったらリンスなしでもいいんじゃないと思って、リンスありとリンスなしで試してみたんですよ。じゃあリンスなしの方が美味しかったんですよね。そうなんや。まあ美味しいって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ好みもあるんで、まあ、僕のイメージとしてリンスしなかった方はボディ感が上がりました。どしっとした感じ、コーヒーの持ってるコーヒーオイル、油分っていうのがダイレクトに出てるんだろうなっていう感覚でしたね。ボディ感が上がることによってそのコーヒーの持ってるトロッとした質感であったりとか、質感に付随する形でコーヒーの持ってる甘さっていうのも引き立ってるように感じましたね。圧倒的に美味しかった。そうなん。なんか変わらないじゃなくてもう完全に美味しかったね。ちょっとは変わるんかなと思ったけど、こんだけ変わりましたね。そうなんや。すごいです。そうだから本当にいつも飲んでるコーヒーでも全然違う味わいになるっていう。なるほどね。まあそれをまあ今回実際にもう一度検証して皆様にその動画をお送りするんですけれども、今回はこのアバカフィルターのリンスありかリンスなしかの検証をしていこうと思います。他のペーパーもね、試されたことある方はぜひコメントで教えてください。では今からこの2つのドリッパーを使って同時に同じ条件で抽出してどういう風な味わいに変わるのか見ていきましょう。では早速いきましょう。はい、では検証の方始めていきます。今日使うコーヒー豆はリロコーヒーさんの中国雲南のコーヒーですね。こちらのコーヒー豆を実験に使わせてもらいます。結構このコーヒー豆フレーバーが強いんで、そのフレーバーの出方とかも気になるところですよね。すごい香りじゃない。一応ダブルファーメンテーションプロセスのコーヒーですね。むちゃくちゃ明るいフレーバーが普通にハンドドリップで入れた時はありました。に対して条件同じにするためにお湯で一度湯煎してあげますと。で、180先に測ってあげて、でこちらに 12g の中細引きにひいたコーヒー、これで全く条件は同じなので、ここから注いで4分待ちたいと思います。いきます。はい。ちょっと味を出してあげたいので、カッピングスプーンかなんかで上のところを4回ぐらい混ぜてあげます。で、OK です。今のうちにですね、片方をお湯で通してあげましょう。よいしょ。黄色の方がリンスありってことだな。はい。こっちは湯通しなしで抽出していきますと。一応下だけ温めときますね。で、この入れ方前回した時は熱くて手がプルプル震えたんで、今回は忘れずに手袋つけていきますよ。あ、出た。この高かった手袋3枚ぐらい使って使わんくなったやつね。めっちゃもったいないからな。よし、いきます。4分経ったんで抽出始めていきたいと思います。では行きましょう。どうですか？もう若干色が違うと思うんですけど、こっちがリンスありです。こっちがなし。髪の色が変わってるよ。そうなんですよ。結局水が油を弾いちゃうと、最初に多く出てくる油分っていうのが影響を受けてしまうと。水は油とこう交わらないじゃないですか。
分離されちゃうんですよね。リンスをしてないペーパーだと最初の油分がダイレクトに出てくれるんで、その分ちょっとボディ感が重たくなるんやと思います。という感じで同じ条件で抽出してみたんですけど、この見た目がまず違いましたよね。これ今回は紳士式で抽出したものを実験でやってみたんですけど、実際のドリップでも抽出した後のペーパーの色合いっていうのは同じように変わってきます。ではこれによってどういう風に味わいに影響が出るのか、その辺が一番大事なところかなと思いますので、早速飲んでみたいと思います。はい、では抽出を終えましたので実際に飲み比べしていこうと思います。ブラインドでしようかなとは思ったんですけど、多分しなくても違いは分かるので。そんなにいいんや、はい、全然違うと思います。確かにペーパーの色が全く違うもんな。びっくりでしょこれ。びっくりした。まずは湯通しありの方からいきたいと思います。いただきます。サル。あー、美味しいね。相変わらずすごいね、このコーヒー。すごいフレーバー。本当にバレルエイジドみたいな味するよね。じゃあこちら湯通しなしの方をいただきたいと思います。美味しいね。どっちも美味しいですよね。うん。どうですか？全然違うでしょ。違う。ボディ感と質感、液体の持ってるとろみみたいなものっていうのが圧倒的にこっちの方が高いですね。うん。あと、最初言ったように質感が上がれば甘さを感じるっていうのがあるので、甘さも出てるような印象ですね。で、なんでこの豆で検証したかっていうのも一つ理由があるんですよね。まあ、カズマもお酒飲むやんか。ウイスキーとか好きやろ。大好き。これウイスキーっぽいやん。めっちゃウイスキーっぽい。熟成粘度が高いウイスキー、エイジングが長くされてるウイスキーっていうのは結構質感がとろみあったりするやん。うん。ロックとかストレートで飲んだ時に。うん、でも3年とかの熟成のものって結構サラサラしてね。その差ぐらいあるんよね。なるほどね。わかるこれ。こっちのリンスしたやつは熟成粘度が低いウイスキーみたいな。うん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 。で、こっちのリンスなしの方は熟成粘度が長いウイスキーみたいな。なるほど。だからこのウイスキーのフレーバーがあるこのコーヒー豆を選んだよね、今回。ボディ感、質感、甘さ。このあたりが全然違うかなと思いますね。こっちもこっちでペーパードリップらしい味わいはあるんですけどね。うん、全然美味しいよ。ペーパードリップされてる方で結構スッキリした味わいを求めてる方って多いじゃないですか。そういう味わいですよね。しっかりと油分まで取ってくれてるんで、そんな見た目がこうフレンチプレスみたいに変わるってほどでもないですけど、味わいのところでやっぱりボディ感を引き出してるという感じですね。僕は圧倒的にこっちの方が好きだったんですよ。なんか全体的に丸くなった気がする。酸味も丸くしてくれてるし、うん、甘みも丸くなって柔らかい感じになってるし。まあだから、極端な話、すごい浅入りのトゲトゲしいコーヒー豆でドリップする際とかは、湯通しなしで抽出してもらったら、トゲトゲしい酸味が丸くなりやすいかもしれないですね。なるほどね。もうほんとこれは好みになってくると思うんで、一概にこれが美味しいっていう風には言えないですけど、僕の好みとしては好きです。あと、カッピング的な観点で言うと、カッピングではないんですけど、こっちの方が点数高くなるやろうなっていう感じのイメージですね。質感と甘さとアフターテイストとか、その辺の項目で点数がちょっと上がるなっていう感じです。カッピング全然違うんですけどね。もちろんそのリンスありの味も好きな人はおると思うから、一回な、自分はどっちが好きなんかっていうのを試してみるのもいいよな。思ってる以上にやっぱ変わったんで、僕も。さっきのウイスキーの話じゃないけど、ほんまに山崎のノンエイジと山崎の12年飲み比べてるぐらい違う。そうそうそう。ほんまにそれぐらい変わるんで、ぜひね、試したことない方は試してみてください。あと、このカフェッツさんのアバカフィルターね、こちらすごくいい商品なので、まだゲットされてない方はゲットしてみてください。で、またなんか、ペーパーのことでね、わからないこととあれば、ぜひ僕のチャンネルで代わりに検証させていただこうと思いますので、こういう検証やってくれ、こういう実験やってくれっていうお声がありましたら、ぜひコメント欄の方で教えてください。アバカプラスもあるしね。はい。まあ、すごくいいという噂は聞いておりますが、いろいろ実験しながら検証していきたいと思います。この動画がいいねと思っていただいた方は、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。他にもコーヒー好きが集まる LINE のオープンチャット、みんなのコーヒー塾やコーヒーのことを発信している SNS、Instagram、Twitter をやっております。そちらもよかったら確認してみてください。では今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。